長い夢でも見ていたみたい。きっとこれからも続いていく、とっても幸せな夢だったよ。黒ずきんの目次へようこそ。また遊びに来てくれたんだね。長い間開いていなかったから、埃をかぶっていなかったかな。今回より、また黒ずきんの目次で、遊戯王の構築紹介及び解説を行っていこうと思います。初心者からガチ勢まで幅広い層に向けた分かりやすい動画作りを心がけていきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さて、記念すべき最初の動画は、もちろんゴーストリック。黒ずきんの目次ではおなじみの看板テーマですね。僕もいつかゴーストリックハウスのみんなと遊んでみたい。ゴーストリックの初登場は2013年7月発売のシャドウスペクターズ。なんと今年で生誕10周年を迎えるらしいんだ。そんなゴーストリックの動画を全5回に分けて投稿していく予定です。スケジュールはこんな感じ。今回はゴーストリックの教科書上ということで、初心者の方はもちろん、ガチ勢の方にも向けて、12期に入ってからのゴーストリックについて分かりやすく解説を行います。今後投稿予定の他のゴーストリックの動画でお勉強してもらう上での基礎知識が網羅されているので、黒ずきんの目次を初めて開いたよって方は特にこの動画から見ることをお勧めします。お筋です。この順にお送りします。概要欄にタイムテーブルを記載しています。第1章ゴーストリックについて。ゴーストリックは各地に伝わる幽霊や妖怪がモチーフとなっており、名前の由来はゴーストプラストリック。名前の由来の通り、人々を驚かすことが好きないたずら好きなお化けたちという設定で、モンスターたちはファンシーなタッチで描かれています。属性は闇で統一されていて、レベル1は悪魔族、レベル2は魔法使い族、レベル3はアンデッド族、レベル4は戦士族で構成されています。なんとなく種族に応じて階級が設定されているみたいで面白いですね。ちなみにゴーストリックはエクシーズテーマでもありますが、各レベルに対応するランク帯も同様の種族となります。ゴーストリックの特徴はいわゆるサイクルリバースで、エクシーズモンスターを除くすべてのモンスターが1ターンに一度自身を裏にすることができます。ゴーストリックモンスターたちはこうして影で息を潜めています。また、ゴーストリックたちが住まう3種類のフィールド魔法が発動していると、お互いに裏側のモンスターには攻撃できなくなり、裏側のモンスターしかいないプレイヤーへの攻撃は直接攻撃となります。これにより、自身を裏にすることで相手の攻撃から身を隠し、自分たちが攻撃する際は相手モンスターを裏にして、お化けのようにすり抜けて攻撃するのです。第2章ゴーストリックの課題。第1章ではゴーストリックのコンセプトについてお話ししましたが、第2章では現代遊戯王においてゴーストリックがいかにパワー不足で様々な課題を抱えているかについてお話ししていきます。大前提として、ゴーストリックエクシーズモンスターに限って言えば総じてパワーが高く、このエクシーズモンスターを出すことが鍵となるのですが、これらを一旦で出すギミックがメインデッキ内のゴーストリックにはないため、ひとまず分けて考えていただければと思います。メインデッキ内のゴーストリックが抱える課題を順を追って説明します。1、表側で召喚できない。ゴーストリックが背負った悲しすぎる運命。これは、すべてのゴーストリックモンスターは、他のゴーストリックが場にいないと表側で召喚できないという制約。つまり、ゴーストリックを場に展開するには、1ターン目にセットし、2ターン目以降に彼らを起こして、別のゴーストリックを場に並べるというムーブが必要になります。1ターン目からバンバン展開していく現代遊戯王において、これは非常に重いデメリットと言わざるを得ません。リバーステーマなんだから初動で展開できないのは当たり前と思われるかもしれませんが、他テーマと比べてもとりわけわけが違います。2、テーマ内の妨害が一つしかない。
2ターン目の展開に備えて場にセットしたゴーストリックモンスターを守りつつ、相手の展開を妨害する必要があります。しかしながらゴーストリックにはテーマ内妨害がゴーストリックパニックの1種類しかありません。効果は自分の場の裏側のゴーストリックを表にし、その数まで相手モンスターを選んで裏にするというもの。身を潜めていたゴーストリックたちがバーッと現れ、それに驚いた相手モンスターたちは裏返っちゃいます。ゴーストリックのリバース効果を起動しつつ、皆既日食の書ができるのは強力ですが、1ターン目はゴーストリックを1体セットして終わりなので、初動で裏にできる相手モンスターも当然1体のみ。裏にするという性質上、融合や儀式、トークン、リンクデッキへの刺さりはいまいちです。加えてゴーストリックモンスターとパニックを同時にすべきする必要があるため、安定性は皆無です。3、ステータスが低い。1ターン目から妨害を作ることがほぼ不可能なことに加えて、ゴーストリックモンスターの維持が難しい理由としてこれが挙げられます。この低ステータスを補うための先ほど紹介したフィールド魔法でもありますが、現代遊戯王において妨害もなしにバトルまで場にカードが残っている保証なんてどこにもありません。この3種類のフィールド魔法は、昨今のフィールド魔法のように使い勝手のいいサーチ効果などは内蔵されておらず、考えなしにデッキに積むとノイズになりやすい点もマイナスです。4、サーチとリクルートが不確定。ゴーストリックには万能サーチ札というものが存在しません。採用率の高さで言うと、サーチャーとしてゴーストリックキョンシー、リクルーターとしてゴーストリックの人型が存在しますが、そのどちらも不確定要素を含んでいます。まずキョンシーですが、リバース時に場のゴーストリックの数以下のレベルを持つゴーストリックをサーチします。初動で場にいるゴーストリックはキョンシー1体のため、サーチできるゴーストリックのレベルは1。しかしながら当人のキョンシーはレベル3のため、すぐにエクシーズ展開につなぐことができません。続くレベル2の人型ですが、リバースしたターンのエンド時に場のモンスターをすべて裏にし、裏にした数以下のレベルを持つゴーストリックをリクルートします。効果自体は非常にパワーが高く強力ですが、効果の処理がエンド時のため、相手にリンク召喚で逃げられた挙句、何もリクルートできないこともしばしば。またキョンシーと比べてステータスが低く、場持ちが悪いのがネックです。このようにゴーストリックというテーマは、実質1ターンのハンデを背負っていると言っても過言ではなく、この1ターンをしのいだからといって、強力なエクシーズ展開につなげられるとは限らないのです。肝心のゴーストリックパニックも基本的には使い切りのため、2ターン目にエクシーズ展開ができなければ、せっかく裏にした相手モンスターを起こされて、たちまち場のゴーストリックたちは蹂躙されてしまいます。第3章ゴーストリックの強み。ここまでゴーストリックのネガキャンばかりしてきましたが、最後の章ではそんなゴーストリックの強みについて紹介します。先ほどのメインデッキ内のギミックで言えば、人型プラスパニックの組み合わせが強力です。人型の効果さえ発動すれば、エンド時に全てのモンスターが裏になるため、リンクを除くどんな制圧モンスターをも無力化しつつ後続を確保できます。パニックは紹介の通り、ゴーストリックのリバース効果を起動しつつ、複数の相手モンスターを対象に取らず裏にできます。効果耐性や破壊耐性持ちがはびこる現代遊戯王ですが、パニックによる妨害を無視できるモンスターは少ないです。また、罠による妨害がメインになるため、冥王結界派や禁じられたひとしずくを踏むことがありません。2月の配信でダイヤ1に到達した際には、このギミックに何度も助けられました。そしてここからが本題になるのですが、ゴーストリック最大の強みはここまで触れてこなかった4体のエクシーズモンスターです。ランク1から4が存在し、中でもゴーストリック最大のステータスを持つランク4のゴーストリックの打天使は、ランク1から3に重ねて出すこともできます。打天使じゃなくて打天使。打天使はモンスターこそサーチ不可能ですが、唯一安定してゴーストリック魔法罠をサーチすることができます。
このコストとしてランク1のデュラハン、もしくはランク3のアルカードを切ることで墓地のゴーストリックカードを回収できます。これによりメインギミックのキーカードであるパニックを安定して供給しつつ、墓地のカードも再利用できるのです。しかし打天使らゴーストリックエクシーズが最強たる理由はこれだけではありません。打天使からのサーチ先の最有力候補としてゴーストリックショットがあります。このカードは手札墓地のゴーストリックモンスターを SS できます。対象はエクシーズモンスターでも問題ありません。するとどうでしょう。2体のモンスターでアルカードをエクシーズ召喚。重ねて打天使をエクシーズ召喚。不在となったアルカードコストにショットをサーチ。アルカードの効果で墓地のゴーストリックを回収。ショットでアルカードを蘇生。アルカードに重ねて2体目の打天使をエクシーズ召喚。不在となったアルカードコストに魔法罠をサーチ。アルカードの効果で墓地のゴーストリックを回収。式テーマなのでショットなどを除き、ゴーストリックには基本的に名称単一の概念がありません。動画を見てお分かりの通り、エクシーズ展開にさえ持ち込めれば、場に2体の打天使を並べつつ、デッキから魔法罠を1枚、墓地のゴーストリックカードを2枚、計5枚ものアドバンテージを稼いでくれるのです。さらに場に同じランクのエクシーズが2体並んだということは、フューチャーナンバーズ0、未来竜王ホープという強力な耐性と妨害効果を持つモンスターも構えることができます。ゴーストリックエクシーズはメインモンスターと異なり、能動的に裏になることでパニックによる妨害を構えられないため、この未来竜王ホープを立てることがゴールまであります。ここで1点、皆さんに重大なことをお伝えしなければなりません。なんとこのゴーストリックエクシーズたち、どれも素材指定がないのです。つまり何が言いたいかというと、LL やスプライト、幻影など、ランク1から3を安定して出せるテーマに、ゴーストリックエクシーズとショットのみを出張させ、未来竜王ホープを出すことがゴーストリックの最適解とも言えてしまうのです。メインモンスターの供給手段がない以上、人型プラスパニックのギミックも採用しづらいです。しかしそれでは納得できないというゴーストリック愛好家の皆さんからの声が多いことは分かっています。僕もその一人ですから。でもどう組めばいいのか皆目見当もつかない。そんな皆さんの期待に応えるため、黒ずきんの目次はあります。というわけで次回の第2回は引き続きゴーストリックの教科書の下巻、構築の紹介については第3回から第5回にかけて行っていきます。いつか準構築を組めるその日まで一緒にいよう。